Hello YouTube! セガオ始まりました。はいというわけでセガのサウンドクリエイター、そして増刊号チーフエディターのアイアム三つよし、そして同じくサウンドクリエイターの藤本です。はい、テンション上がってきましたよというわけでね、はい、藤本さん、お願いします。この番組はゲーム音楽コンポーザーをお迎えして、その方の人となりやクリエイティブな一面を掘り下げるセガ初のゲーム音楽トーク番組です。ですよね。はい。ということで最近セガ音はね、英語字幕版ね、公開しましたよね。そうです。成田さんの回からなんと我々の喋ってる言葉が英語でね、字幕で出るわけです。藤本さんがガラッとかっていうのもね、そうですね。GRRR ですね。っていうことね。ということで、もうすでにね、海外のリスナーというか視聴者の方からのコメントがね、下の方に入ってたりしますので、ぜひね、気になった方いらっしゃいましたらどんどん見ていただいてね、広めていただけるとありがたいかななんて思っております。はい、今回ね、ゲストとしてお迎えするのはなんとオーストラリア出身の、そしてイギリス在住と書いてありますが、お生まれがイギリス、そして生まれがねオーストラリアというサウンドクリエイターケビン・ペンキンさん、9月に実施された東京ゲームショウのチャンスにね来日していただいておりまして、なんとこのセガオにもご出演いただくことになりました。ケビンさん、印象どうって藤本さんに聞くべきかどうかも迷うぐらいたくさんあるよね。そうですね。エピソードがね、かなり濃いね、濃い時間を過ごしましたね、ケビンさんのね。ということで、ちょっとね、これはこの後の流れでたくさん藤本さんにもケビンさんをホリホリしてねいただこうと思ってますんでねじゃあそんな感じで行ってみましょうか。はい、それではゲームサウンドの世界をねホリディグしていきますよ。セガ音増刊号スタートです。さあ、セガ音増刊号、今回のゲストをご紹介していきましょう。はい、作曲家編曲家のケビン・ペンキンさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ケビンです。Hi mate, long time no see. Good to see you. Right? How are you? Yeah, fine. So how is the impression in Japan, right? Hot. Yeah, basically. Yeah. まあ超暑いんですよ。日本になった。というわけでね、ケビンさん全然日本語喋れますので、すみませんね。ここから普通に日本語で言ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。ケビン久しぶりだよね、でもね。久しぶりすぎ。ですよね。本当にコロナウイルスの時代すごく大変難しくて、やっと日本に戻れて本当に嬉しいことです。本当に嬉しい。改めてね、藤本さんからじゃあケビンのプロフィールちょっとご紹介させてください。ご紹介します。イギリス出身、オーストラリア育ちの作曲家、代表作品としては、アニメメイドインアビスや盾の勇者の成り上がり、アプリゲームフローレンスなどがあります。プライベートでは大の親日家、日本の好きな場所は赤坂だそうです。そんなサウンドクリエイターケビン・ペンキンさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。ということで、プロフィールねご紹介させていただきましたが、何が気になるって、日本の好きな場所は赤坂ですね。赤坂好きなの？そうですね。僕今メルボルンに住んでますでしょ。メルボルン結構狭いっていうか、そんな大きくなくて小道もすごく多いんですから、赤坂に比べると結構似てるんじゃないかなと思う。そういうこと。メルボルンにちょっと雰囲気が似ている。小道にあると結構面白い、ちょっとおしゃれみたいなお店とかいくつかあって、食事もすごくバリエーションすごいいいし、雰囲気も良いから。ファミリーマートも多いし。ちょっと待って、赤坂ファミリーマート多いの？セブンイレブンじゃなくてローソンじゃなくてファミリーマートなの？ファミリーマートはファミリーマートのファンだから。そうなんです。ちょっとなぜ？Why？緑が好きだから。あと日本の好きなものってありますか？食べ物でもいいし、文化、カルチャーでもいいし。日本の文化に興味になった理由はゲームだったので、いくつかのゲームやってて、例えばゲームキューブとかもやってたんですけど、どこの国はこういう美しいゲームを作ったんだろうみたいなことを考えて、それは日本だったから、日本はこれ以外に何が他にあるんだろうみたいなことが結構考えてて、そっか。だから日本の文化は特にゲームのおかげで最初に日本は国として興味になって、それからもうちょっと深くに
まあ、考えてっていうか。そうか。はい。じゃあ、ファーストエンカウントはまずゲームだったわけですね、その日本ゲームのおかげになりましたが、日本の、まあ、観光的な、ビデオとか、YouTube でずっと見ててとか、自転車とか結構やってて、今。自転車自転車で運動してるっていう。家の周りとか。バイク体操。バイク体操。そうだよね、運動になるよね、バイク。はい、まあ、日本は、すごい有名な、サイクルパスがあるんですけど、白波街道っていう。その通るところしまなみ、ごめんなさい。しまなみ街道っていうか、ごめんなさい。しまなみ。まあ、ちょっと広島ぐらいのところは、まあ、いくつかの島で、いくつか、まあ、70km ぐらいの、サイクリングパスがあって、なるほど。それめっちゃやりたいんです。まだ行ってない。まだ行ってないです。行けそう今回の、この日本の。無理か。今回死んじゃうかもしれない。ちょっとスケジュールがね。ちょっと、まあ、体の問題です。きついってことはい。まあ、もうちょっと運動しないといけない。今回ね、でも来日も結構たくさんいろんなものを詰め込んで、まあ今日もね、こうやって来てもらってますけど。まあでも行けるといいですね、もし時間があればね。体が持てばね。また来ますよ。絶対また来ますよ。そうだ。なるほど、ありがとうございます。そっか、日本の連れとこね、まあ多分たくさんもっとあるんでしょうけれどもね。藤本さん、なんか、プロフィールで気になるとかありますか？三吉さんとケビンさんって、なんか、シンクロニクルでご連絡させていただく前からお知り合いだったって聞いたんですけど、出会いって何だったんですか？めっちゃ台本通りに進めたね、今。進めます。いいよ。そうだね。まあ、ケビンに一回ちょっと確認したような気がするけど、実はあんまり僕覚えてなくて、ただ一つだけ覚えてるのは、Facebook のメッセンジャーでなんかあれだよね。違ったっけ？ケビンもそういうことはやっていました。そうですね。いや、実は従来の時に、まあ、ちょっと日本とかゲーム、興味になってから、ゲーム音楽やりたい、日本でゲーム音楽やりたいみたいな気持ちすごい強かったんですけど、ゲーム作曲がどうやって連絡できるんだろうみたいなことは、しっかり考えすぎて、Facebook で誰がいるんだろうみたいなことはちょっと考えてしまいまして、ケビンですよみたいなメッセージが多分送ってしまいまして、それも本当に今でも申し訳ないことなんです。申し訳ないよ。全然申し訳ないけど、でその後にメイドインアビスの仕事をね、ケビンがやった後、僕もたまたま見たんですよ、メイドインアビスを。最後のクレジットのとこにケビン・ペンキンって出てきて、あれ？なんか見覚えの名前だぞって思って、これ覚えてます。こういう話覚えてます。メッセンジャーできたと彼だ。って思って一応コンファームのつもりで聞いたんだよね。そういう偶然ですね。そう。で、ケビンに、なんか今ケビン・ペンキンってクレジット見たんだけど、ケビンって聞いたら、そうです。もうその時多分日本語でした。みたいな。で、これ絶対いつか仕事したいなと思ってたら、本当にシンクロニクルでね。今でも光栄なことですよ。それを聞いていただいて。いや、本当にそれにありました。僕、まあ、オーストラリア人として、日本のゲームとか、日本のアニメを参加させていただいているので、本当にまあ頑張るしかないという感じが本当にありまして、ベストミュージックを上げたいだけな感じなので、ベストしかないという、この本当にまあチャンス貸してくれましたので、負けたくない感じですよ。なるほどね。ちょっとそういうのがあるんだね。このチャンスを生かすぞっていうそういう感じ。いいね。そういうスピリッツがね、やっぱいいですね。そんなケビンってやっぱね、弊社の藤本もやっぱね、この仕事でたくさんね、やり取りしてもう仲良しになったと思うんですよ。マブですね。そうですね。まあ結構シンクロニクルでいろいろまあ一緒にね、結構毎日じゃなかったんですけど、結構毎週間何回やってた。ズームとかやってましたね。やった。結構頑張った感じ。はい。お疲れ様でした。いや、こちらこそお疲れ様ですよ。で多分ね、藤本さんもそのいわゆるその日本以外のコンポーザーさんとかクリエイターさんと仕事するのって初めて。そうですね、初めてでした。どうだ気分は初めてだと申し訳ない。もう本当に光栄でしたし、やっぱりなんでしょう。私もシンクロでたくさん曲書かせていただいてたんですけど、やっぱり型にはまりすぎてるなっていうのがすごい感じて、ケビンさんの楽曲ってすごいちゃんと世界観を捉えつつもいい意味での自由なんですよね。なのでなんかそこがすごい刺激的になって、自分もその型にはまってるのをもうちょっと取っ払おうっていう風に柔らかく柔軟にできたなっていうので、すごい刺激を受けました。なので本当にありがとうございました。本当に僕もそう思いますよ。いただきます。いただかれてしまいました。いただきます。
逆に、はい。ケビンから見た藤本さんってどういう印象、どういう女の子だと感じました？本当にすごい方だなと本当に思ってますよ。いや、作曲家として本当に美しくて、一緒に仕事ができるのは本当に嬉しいことなんですよ、実は。ありがとうございます。こんなに褒めていただくことないので。大変光栄です。すごいね。これ一番本気になる。これから冗談になる。冗談じゃない。今日たくさん冗談言うよって言ったけど、これは冗談じゃないってことですね。そうですか。じゃあお互いにこう刺激し合えたっていう感じですかね。そうですね。いい仕事ができましたね。いや僕も見ててそう思いました。なんかね、藤本さんの曲とかね、音作りがね、ケビンと話したり、ケビンの曲と変わってくんだよね、どんどんね。そう、まあ真似したりとかももちろんするし、リバーブのさ感じだとか。そうです。めっちゃかけました。そういう影響を覚えてましたね。そういう影響を覚えてます。同じプラグイン買ったもん。そうです、買いました。シンクロニクルの世界観を揃えていくっていう目的はあったんですけど、それで何使ってますかって聞いて、なるほどと思って上司に買ってくださいって言って買ってもらうっていうシステムとして素晴らしいよ。すごい。だから割とね、藤本さんもケビンからいろんなものをこう吸収して、いい意味で変わっていったって感じしますよね。改めて聞きますけど、ケビン3年前にセガも含めて日本に来て COVID になって久しぶりに来たじゃない？改めて日本どうですか？3年前と比べてとか。実は僕が好きなところはちょっと閉まってる感じですね。そうか。お店が実はアイリッシュパブとか特別なお寿司屋さんいつも到着してから行くんですけど、両方閉まってます。そうなんだ。はい、残念ながら。さっきそもそもね、その日本が好きになった理由ってそのゲームからって話だったけど、それ以外で何かありますか？例えばもっとスプレッドしてこういう日本のスプレッドもいい。特に日本の食事大好きで、実はCOVIDの時にずっと日本の食事を作ってみたかったんですよ。自分で作ってみて、例えば海鮮丼やってみてとか、自分のおにぎり、特にシーチキンのおにぎり特にやってみて。時々Facebook の写真で上がるカツ丼とかも自分で作ったんですか？カツ丼もたくさん作ってます。カツ丼、牛丼とか。あれ自分で作ってんだ。すっごく作ってます。すごいね。実はおでんも大好きですよ。おでん大好き。これからそういう季節よ、おでん。だってケビンの好きなファミリーマートにはもうおでん出てますから。食べたいめちゃ。でしょ？お腹空いてます。行きましょう。はい、ケビンさんとお話しさせていただいておりますが、ここからはより仲良くなるお時間です。道枝さん、タイトルコールお願いします。はい、わかりました。おすすめグルメのコーナー。はい、藤本さん。はい、ゲストの好きなグルメを取り寄せて食べながらお話を伺います。ケビンさんにお好きな食べ物をお伺いしまして、今回はこちらをご用意させていただきました。はい、こちら。ということで、これは箱です。箱ですね。箱です。お弁当にも見えますね。ある意味ね。よくあるね。みたいですね。実はね、はい、これあるお弁当というか食べ物が入っているんですが、じゃあ改めて藤本さん、こちら何かご紹介していただけますでしょうか？はい、こちらは東銀座にあるいなり寿司専門店、プラチナ屋さんの六花線姿の色差しいなり6種入りです。歌舞伎座の横で開店した銀座プラチナ屋さん、そのいなり寿司は役者さんが舞台化粧を落とさずに一口でポンと召し上がりいただけるサイズ。そしてお土産や感激の際にも最適な大きさだそうです。なので狼マスクをかぶっていても食べやすいかもしれないという。確かに藤本さんにも優しい。そうですね。つまりこれはいなり寿司でございますね。です。ケビンいなり大好き。大好きすぎですよ。朝ごはんにいつも肉まんといなり寿司にします。そうなの？はい、肉まん、いなり寿司、エネルギージェリー、ミネラルジェリー。冗談言ってない。すごいね。マジ冗談言ってない。ちょっと今日頑張ろうっていう人の食事っぽいね。そうですね。これじゃあ早速ケビン開けてみてもらえます？じゃあ大丈夫ですか？もちろん。まずはだってじゃあではそれではオーマイガー。すごい。なんだこれ。油って言えるんですかね。焼きですね。油揚げをこうちょっと。オーマイガー。いや。
はい、では食べる前に私からそうだね。ご説明をさせていただきます。はいはい、銀座プラチナ屋のいなりは焼き目がついている。ついてる。これは役者様への験担ぎから来ているそうで、お揚げを焼いて食べると香ばしく美味しくなるということから、役がうまくなる、役がうまくなるダジャレか。験担ぎだそうです。あ、ダジャレって言わないのか。験担ぎ。わかる？験担ぎって。わからないニュアンスんですけど、すみません。なんて言ったらいいんでしょうね。これラッキーフード。ああ、お守りフード。something like that。いや、なんかまあこれ難しいですね。説明するのね。はい、六花線姿の色差しいなり6種入り。いろいろなお味がお楽しみいただける銀座プラチナ屋ならではの定番商品だそうです。山椒、ごま、五目、生姜、しそ、季節のお味。あ、じゃあ6種類の味が楽しめるっていうこと。そうです。じゃあ早速ケビン食べちゃいましょうか。いいですか。もちろんケビンの好きなものを。じゃあちょっといただきます。どうぞ。あ、本当になんかサイズちょうどいいんだ。どう？もう言えない何も。これ本当の寿司だな。マジ美しいこれ。ちょっと待って、僕もぜひ同じ体験をしたいんで食べてもいいですか？どうぞ。じゃあごまにするわ。セサミ、セサミいただきます。行きましょう。多分普通のいなり寿司に戻れないね。戻れないね。それを知ってしまうと。ケミこれでも基本的に油揚げが美味しいね。はい。そろそろ藤本さんがかわいそうなんで、静かに待ってます。食べたいですね。じゃあ藤本さん行きましょうか。お待たせしました。いただきます。さあこれショーですよ。藤本さんのショーが始まります今から。見てて。食べれてる？食べてる今。かじれてるね。半数。もぐ。おいしいよね。もぐ。よし。おいしい？皆さんもう一個食べちゃうな、なんかもしあれだったら。すごい。何言ってるか全然わかんないけど。それ成功ですよ。そうだね。ということでゲストのおすすめグルメコーナーでございました。食ったレベルじゃないんだよね。本当に全校食べました。全校食べました。でも美味しかったね、本当にね。本当に美味しい。ケビン喜んでいただきましたでしょうか。特にシソですね。シソ美味しかった。シソは素晴らしくて。3人ともね、お腹いっぱい美味しいもの食べてお腹いっぱいになったところで、天国に入りました。戻ってこーいみたいな。まだ義務あるよ。ケビンが戻ってきたところで、ね、ケビンといえばやはり我々シンクロニクルということでね、ちょっとシンクロニクルのお話もね伺っていきたいとぜひ思っています。はい、藤本さんお願いします。はい、ケビンさんは主題歌でスカイズ・オブ・バーデンをはじめとしてたくさんの楽曲を書いていただきました。そしてもうメインコンポーザーとしてシンクロニクルの音楽てか世界をもう作っていただいたなという感じで、もう大変ありがとうございました。本当に光栄です。ケビンどうですか、シンクロニクルでね一緒にやらせていただいてて。美しいプロジェクトだったんですよ。セガは特に三吉チーム藤本さんとか一緒にいいコラボができると、それは本当に奇跡だと思いましたよ、実は。だから実はおかげさまでこういうプロジェクトを本当にベストプロジェクトになったと思いますよ。マジですよ。ありがとうございます。藤本さんはいかがですか、それを聞いて。いや、もう嬉しいです。ただご一緒できたことが。でやっぱりその CBT クローズドベータテストさせていただいた時からもう大変楽曲が好評いただいてて、もうさすがケビンさんという感じで、本当にありがとうございます。そんなね、密にたくさんやらせていただいた中で、ちょっとこれもさっき話しましたけど、やっぱりケビンの音楽に僕らもすごくいい意味で影響されたですよ。やっぱね、失礼いたしました。やっぱ一番興味深いのは、そんなね、コンポーザーケビン・ペンキンがどうやって生まれてきたんだと。そのゲーム業界っていうんですか、こう関わるようになったきっかけもそうだし、その音楽そのもの
はいはいまあ、何らかの形できっとね関わりがあったはずなんで、その辺のちょっとバックボーンをね。そうです。まあ、OK。最初なんですけど、僕、音楽能力しか何も持ってない。何もやってない。スキルない。そうなの？なんかピアノ習ってたとこあったでしょ、ちっちゃい子。実はフルートですよ。で、フルートでした。フルートでした。ピアノじゃないんだ。フルートやってたんですけど、大学に行くときに、結構まあ音響的な音楽を勉強しました。音響系的な。はい。アートミュージックというか、はい、結構、まあ、フィルム音楽じゃないよ、映像音楽じゃないよ、みたいな。結構まあ、本当にアートのために音楽を作ってるみたいな音楽を勉強してました。エクスペリメントまあそう、エクスペリメンタルっていう実験的な音楽、すごい勉強してて、それを自分が大好きなゲーム音楽とか映像音楽をどうやって前にできるんだろうみたいなことを、まあ、大学院もイギリスで行ったんですけど、それもそういう実験音楽みたいなやったってこと？それは映像音楽だったんですよ。それは映像だからさ、実験音楽から急に映像音楽行ったんです。同じ時にゲーム音楽とかいくつかやってたんですけど、勉強してたのはゲーム音楽じゃないっていう。そしてまあスタイルっていうのかどうかわからないんですけど、やっぱり音が音楽という哲学がそこから生まれてっていうか。わかる。端的に言うと、なんて言ったらいいんだろう、その音階ドレミファソラシドだけじゃないよってことよね。だけじゃない。これも音楽だし、これも音楽だし。まあ音色とか、まあ音色使い深いだよね。それを使って音楽っていう表現もできるよって話ですね。いやすごくわかる。ちょっとね話が熱くて眼鏡が曇りまくってるね。ケビンが一番最初に仕事でその曲を作ったのって何のプロジェクトですか？実は上松信様のおかげで最初のプロジェクトができてます。上松さん？上松さんのおかげになりました。FF ってこと？そういうプロジェクトじゃなかったんですけど、実は乙女芸からスタートしました。スタートもらってる。まあ、十座演月三国連という乙女芸のメインテーマを作っていただいて、僕はそういう BGM を作らせていただきました。そうなんだ。という状態です。上松さんとはどういうふうに知り合ったの？僕は最初に、彼の大ファンになりまして、上松さんが参加していたコンサートに行かせていただいて、それは何オーディエンスとして行ったの？僕オーディエンスだったんですけど、実は指揮者のアーニー・ロスさん、はい知ってる。アーニーさんのおかげで上松さんに会いまして、そこでつなげてもらったんだ。はい。まあ今でも本当にお世話になっていることなんですけど、本当に何でもの力で手伝ってくれて本当にお世話になってます。藤本さんちょっと既視感ありますよね。そうですね。誰でしたっけ？成田さんです。成田さん。知ってる成田さん。もちろんです。かっこいいです。かっこいい。彼めっちゃかっこいい。彼もね全く似たようなエピソード。上松さんやっぱりきっかけでこのね世界に入ったっていう。上松さんはやっぱキーパーソンですね。そうですね。上松さんベストですよ。ねベストだね。そういうこと。はい。面白いね。いや本当にお世話になって。ありがとうございます。いろいろちょっと興味深い話もっと聞きたいんだけど、そろそろケビンにサインもらおうかなみたいなね流れもありますので、ぜひ色紙にねこの番組はね書いてもらってるんです、ゲストの方にねサインを書いてもらってるんですけど、そちらの方にね移っていきたいと思います。毎回恒例のねゲストに来ていただいた方に、色紙にね一言書いていただいておりますけれども、藤本さん、お願いします。はい。ケビン・ペンキンさんにとって作編曲家のお仕事の魅力とはですこの答えを色紙に書いていただきました。すでに書いていただいたということで、じゃあちょっと見せていただいていいですか？いいですか？はいどうぞ。すみません。せーの、じゃん。かっこいいです。これはなんて書いてありますでしょうか？ちょっとやってみようか。はい。おっと、これ今ね歌っていただいたところですよね。スカイズ・オブ・バーデンの A メロね。はい。ということで譜面付きの色紙でございますね。これはまあ僕の名前より面白いと思いますから、いやこれレアだよ。はい。そしてなんと書いていただいた言葉は I love Sega ですか？これ正しい。問いかけはゲームサウンドの仕事の魅力はと聞きましたが、まあでもいいか、セガ好きだと。そうです。もちろんです。自然ですよ。自然。いや嬉しいですね、そう言っていただけるとね。はい、そういうわけでね、こちらケビンさんに書いていただいたこのね色紙、実は視聴者にもプレゼントさせていただこうとも思っております。はい、というわけでね、色紙もいただいたんで、最後ぜひ
見てる方々、まあ、例えば特にねケビンみたいにさ、ゲームミュージックのコンポーザーになりたいって人たくさんいると思うんだよ、若い人で。了解です。もしメッセージがあったらゆっくりしてもいいということっていうか、でもまあ時間を少し取って自分の性格を作って、それからいつか自分のスタイルを見つけるっていうのを始めないといけないから、それは時間かかるんです。確かに。だからゆっくりしてもいい。もし負けてる人にがっかりしなくてもいい。まあ道が長いから将来ある、明日もあるから今大成功にならないといけないという感じはしなくてもいい。なるほどね。なるほどね。多分続けてないとできないね、それってね。そう。だからやっぱり長く続けて、でも焦らずにってことですよね、きっとね。そして、まあもう一点なんだけど、まだ若い感じだったら、やっぱり練習が本当に必要だと思いますね。毎日とか毎週間何かの音楽を作って、いつもちょっと新しいことを探していくっていうか、新しいものを冒険していくっていうか、チャレンジってことだよね。チャレンジされるのはとてもいいから、もう一点。友達が必要。はい、友達が必要。事実に言われる友達。はい。嘘をつけない友達が本当に必要だと思います。今日は昨日より悪くなったよ。とか、それ見たら、まあもちろん厳しいっていうか、まあ、ネガティブなことは言わないんだけど、いつも押してくれちゃってる方が本当にいいと思いますから、友達と遊びなさいっていう。なるほど、いいですね。わあ、3ついただいちゃいましたね。はい、すいません。いいですか？言い過ぎたら申し訳ない。いや。聞いたかな今の3つのケビンの教え守るように今回のゲストはね、作曲家編曲家ケビン・ベンキーさんでございました。ありがとう。失礼いたしました。光栄です。本当に光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お神様。はい、というわけでね、I love Sega、この色紙をね、ケビン・ベンキーさんにいただきましたけれどもね、さあ藤本さん振り返ってみて、今日ケビンのね、ゲスト会どうだったでしょうか？そうです。やっぱりケビンさんすごい面白い方だなっていうのがあったので、もうあっという間だったのと、やっぱりいっぱいシンクロでお話しさせていただいてましたけど、そのパーソナルの部分ってどういうなんでしょう、いきさつでこのお仕事ついたのかとか、音楽したのかっていうのがお聞きできて嬉しかったなと思いました。なんかケビンとはたくさん話してきたようだけども、実はまだ全然ね、話してないところもありましたが、今日ね、そのちょっとでもその自分たちが知らなかった部分に触れられたのはちょっと嬉しかったですよね。そうです。そしてこの色紙書いていただいた色紙ね、I love Sega、そしてスカイズ・オブ・ブラデンのね、譜面入りということでね、こちらまたね、いつも通り、色紙は視聴者の方へプレゼントさせていただきたいと思います。ケビン・ペンキンさんのサイン入り色紙のプレゼントの応募方法です。セガオン公式ツイッターをフォローして、プレゼント応募のツイートをリツイートしてください。当選者の方には DM でご連絡いたします。そして番組の高評価、チャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ藤本さん、実はですね、我々がやってきましたセガオン増刊号、一旦今回をもってね、ちょっと一区切りということで、またね、次のちょっとこう新しい、セガの音楽っていうんですかを中心にした何かね、面白いことをやっていきたいなと思ってますので、ちょっとここで一旦充電させていただいて、またなんかねやりたいと思ってますんで、ぜひその際はね、皆さんまたよろしくお願いしますということで、また次回何か機会ございましたらお会いいたしましょう。セガオン増刊号でした。さよなら、またおせー。